はいよー、マイケルおばちゃんです。今日は、実はですね、JJ を連れてコロナのテストに行ってきました。なぜかというと、別に発熱とかはないんですけれども、昨日腹痛があって、今日は頭痛があって、少し喉も痛いと言って、少しずつ症状が増えてきてて、で、こういうご時世なので、やっぱりそうじゃないという結果をちゃんと欲しかったので、検査してきました。ということは、結果が出るまで彼は学校へ行けません。なんだけど、不幸中の幸いで、今みんなオンラインでやってるじゃないですか。うちは通学してるんだけれども、普段は。でもオンラインと併用なので、オンラインでいつでも参加できるので、そこは遅れることがないので助かります。ただ昨日とか今日は、やっぱりお腹が痛いとか頭が痛いというのがもうちょっと強かったので欠席させました。Anyway、それで行ってきてちょっと感じたことがあったのでお知らせしようと思っています。テキサスって私は今DFW エリアに住んでるんですけれども、私の動画を見てくださった方にはわかると思うんですが、結構ゆるゆるなんですよね。レストランも空いてるし、ダイニングもできるし、そうだから買い物行ったりしても、もう何ヶ月も前の話なんですけど、その頃だったらどこのお店行っても本当に絶対誰かがカートを消毒してくれている感じだったんですけど、今はもうその辺も結構なあなあになってきてて、例えば近所のローカルのグローサリーストアだとカートが置いてあって、でもうでっかいペーパータオルみたいなのが置いてあってスプレーが置いてあって自分でやってくれっていう感じだから、そういうの気にしない人はもちろんそんなの消毒しないで入っていくでしょうし、きちんとずっとやられてるのってコスコも消毒してなかった。だからターゲットとトレジョぐらいかな、私が気づいたのは。きちんと消毒されてるなって。そう、何が言いたかったかっていうと、コロナの検査をするサイトに行くとなんか映画に出てくるみたいな雰囲気だったんですよ。もうそこだけほんと違う空気が、もうすごいいっぱいカラーコーンもポンって立ってて、その間を車でビューってゆっくり入っていくと、もう全身装備の方がもちろん立ってて、予約ですかとか、ウォークインですか、予約なしで来た人ですかって聞かれたりする時も窓をね、ほんとちょっとしか開けられない。半分ぐらいまでしか開けられなくて、最初分かんなくてビーンって全部下げちゃったら、おっと、真ん中まで開けてくださいって言われて、窓を半分に開ける会話する時は、もうそれ以降はもう怖くてこんぐらいしか私開けなかった。セルフスワープっていう方式で自分で綿棒で口の中を唾液を取るっていう方法なんですけれども、それが全部入ったバイオハザードのジップロックバッグが渡されるんだけど、そういうののやり取り、受け渡しとか全部こういうなんだっけあるじゃん、長いなんていうのあれ、名前がわかんないけど、ちょっと調べておきます。だから直接触らないように、あれで渡してくるわけですよ。だから基本的にコロナのテストに来る人は全員感染者である前提で、みんなすごいもう完全装備されている。当たり前だけど。だから、そうやって渡されるでしょ。でもすぐまだ閉めて、それでその袋をJJに渡して、で、しばらくしたら、また別の係の人が、検査をするのは誰ですか、両方ですかって言われて、だから彼だけですって言ったら、彼側の方に回って、窓またこんぐらい開けて、で、すごく丁寧にステップバイステップで言ってくれます。だから彼女が一緒にやりながら説明してくれるので、すごい子供でも分かりやすくてよかった。だから最初はまずマスクをしたままで席を3回してくださいって言われて、だからマスクしてんのにさ、マスクもあんのになぜかアメリカのキッズですからね、こうで3回席をして、あれは何なんでしょうかね、席をするの。咳をすると唾液が出るのいっぱい。ちょっと私そこわからないんだけど、それをしてから袋の中に入っている長い綿棒を出してくださいって言われて、ピーって剥がして綿棒を取り出す。で、マスクを下ろしてくださいって言われて、マスクを下ろして、そっからはもう本当にもう彼女の言うまんまですよね。はい、じゃあこっちのほっぺの裏側をこすってください。はい、1、2、3、4、5みたいな。ちょっとカウント忘れちゃったけど、歯茎、upper tongue and bottom tongue。とにかく口の中全部。で、最後にちょっとで閉めて、で終わりましたら、その最初にもらったジップロックバッグに入っていた、液体が入っているプラスチックの入れ物を、蓋を開けて、綿棒を入れて、で、綿棒は最初は長いでしょ、真ん中ら辺にくぼみがあって、すぐ折れるようになってるんですよ。だから、綿棒を入れたら、そこポチンって折るとちょうど入る。で、その折っ
た手で持ってただけの部分も入れてくださいって言われて、で蓋をしてちょっとこう上下に揺すってくださいって言われて、でそれを、ジップロックバッグに戻してしっかりとジップして、でお姉さんがじゃあお母さん側の方から受け取りますからって言われて、で私はいと渡そうと思ったのにさ、またお姉さんあれを取りに行ったのね、この棒がついてるやつそれを取ってきて、それでこうお渡しして、結果は72時間以内に出ます。もし72時間過ぎても結果が送られてこなかったら、どこそこに電話してくださいっていう紙ももらってあって、全て本当にすごいスムーズだったし、良かったけれどもびっくりしたっていうのが言いたかったのは、私の普段の行動範囲のとこって全部そういうのがもうゆるゆるで、もちろんみんなマスクはしてるんだけど、でもコロナですごい緊張感とかっていうのが結構やっぱ緩くなってきてる感じがあったので、その中であそこ行ってちょっとウェイクアップコールっていうか、そうだよね、まだ本当はこれぐらい本当はみんなが気をつけなきゃいけないことなんだなって思ったんですよ。なんであんなにね差があるんですかね、テキサス。他の州はもうちょっと厳しくね取り締まってるところもあると聞いてますが、そんな感じで行ってきました。ジェイジェイ君は今ご覧になったように結構別にもう良くなってきているんだけど、でもまだ喉がちょっと痛いとか言ってるかな、なんか風邪だと思うんだけど。今日ちょっとお見せしたかったのが、これうちはね2年前ぐらいに買ったんだけど、 JJ のお誕生日にこういうねレーザー X、 これ知ってます？自宅でレーザータグができるっていう。これをさちょっとつけてみて JJ。 これがYou have to untangle it. これAnd then to turn it on. でない。ほら、かっこいい。And just to load it. ロー、泡が入った。かっこいい。And then when it's done, pull the trigger. And then you're supposed to shake it. And then when you face down, it should reload and go like. これね、そう2年前に買って、その時ちょっと家族でやったんだけど、家族でできるように3セット買ったの。1セットに2個入ってるので、アホですよ。この間ね、三男がお友達連れてきた時に、外が暗くなって、みんなでやりだしたの。暗いところで。すごい楽しかった。見てる方も楽しかった。だからそれをね、一応ね、その時にね、これは楽しいと思って動画を撮ったので、それをちょっとね、お見せしたくて。というわけなんで、それも見てください。では、次の動画まで。バイ。This is cool. I heard it. I'm thinking, I'm on it. That's not cheap. That's not cheap. Yeah, she's not open. No, he's not open. You'll get it right. You'll get it right. He's hiding it. He's hiding it. Oh my gosh, guys. Yeah.